ジョージ・ジャクソンは、年70歳を迎えた。5年前に妻と死別し、一人娘は自立してからここ、3、4年会っていない。一人暮らしの老人である。長年の趣味だったトレード株や FX 仮想通貨などに手を出してはいたものの、1ヶ月単位で計算するといつも負け続き。老後の蓄えはみるみる減り、わずか10万円足らずの年金での生活に不安を募らせていた。ある日の夕方、帰り道で女性用の財布を拾った。中を見ると5000円札1枚、1000円札4枚、小銭少々、カード類や身分証明書が入っている。翌日の午前中に警察に届けたところ、2日後に財布の持ち主の女性が自宅を訪れた。この財布がなければ、私はホームレスになっていたかもしれません。本当にありがとうございました。若々しい笑顔と、はちきれんばかりのエネルギーを帯びた彼女は、涙ながらに礼を述べた。話しているうちにジョージの心は不思議と安らぎに満たされ、もっと彼女と関わりたいと思うようになった。別れ際、ジョージは思い切って提案した。もしよかったら、月に一度だけで構わない。私の食事を作ってもらえないだろうか。時給5000円でお願いしたいんだ。彼女は少し考えてから、真っ白な歯を見せて笑い。いいですよ。と、快諾してくれた。彼女の名前はアリリンと言った。その日から、ジョージの生活は少しずつ変わり始めた。毎月のマリリンとの食事の日が楽しみになり、普段掃除などしたことがない彼が、前日には、冷蔵庫の整理や部屋の掃除をするようになった。彼女が作る手料理はどれも温かく、久々に食卓を囲む喜びを思い出させてくれた。ジョージは、彼女との会話を通じて、心の持ちようが大きく変化していった。そして、それがトレード戦略の見直しにつながった。ジョージは、投資には市場のデータだけに頼るのではなく、心理面の影響も大事じゃないのかと考えるようになり、そのことを研究し始め、リスク管理を徹底した新戦略を構築した。特に、チャンス以外は絶対にトレードしない。という、街の心理の研究は、大変有益なものとなった。新戦略が功を奏し、徐々にトレードで勝ち越し続けるようになった。はじめは数万円だった利益が、やがて数十万、数百万と増えていき、1年後には老後資金を大きく上回る資産を築いた。やがてマリリンは、正式にジョージの家に住み込み、料理だけでなく掃除や買い物まで手伝うようになる。二人三脚で新たなビジネスを立ち上げ、健康食レシピをオンラインで販売。投資で得た資金を元手に、若者向けの就労支援プロジェクトも始めた。いつしかジョージは、億万長者として名を馳せる存在になっていた。ふと、ジョージは、つぶやいた。マリリンとの出会いが、私に幸運をもたらしてくれた。